てきた。この右側のタワーじゃ。シャイとった。はい、こんにちは。プロレス選手権物語にようこそ。証言員と申します。これから車で自宅から10分か15分ぐらいのところに行ってきます。見えてきた。この右側のタワーじゃ。まだ入れるんかな。シャイとった。なかったかな。セクション58、確かここのはずだけど、とりあえずここに車止めてみようかな。ウィリアム・マルドゥーンは1845年ニューヨーク州西部のベルファーストという村で生まれ、1861年に南北戦争で北軍に入隊した際レスリングを学んだそうです。終戦後警察官になった後もプロとアマチュアの両方でレスリングを続け、1880年1月19日にはニューヨークのマディソンスクエアガーデンで4000人の観客の前でティーボー・バウアーを破り世界グレコローマン王座を奪取。1890年の引退まで通算約10年保持しました。剣闘士の格好でリングに入場するなど早くからプロレスにおけるある種の演出ってのを始めた人でもあります。1881年1月26日にはニューヨークのテラスガーデンでクレアレンス・ウィスラーと対戦し、翌朝4時試合開始から6時間経っても決着がつかなかったらしく、会場の経営者が戸締まりを始めてしまって引き分けになったとかで、そういう意味での伝説も残しています。引退後はニューヨーク州パーチェイスにマルドゥーン・ハイジェニック・インスティテュート、これどう訳すればいいんでしょうかね。健康研究所って感じでしょうか。別名オリンピアを設立し、競技者たちの育成やアル中患者のリハビリなどに携わったそうです。実は仕事の関係でパーチェイスにはしょっちゅう行ってるんですが、オリンピアが実際どこにあったのか今のところ見当がついていませんし、ネットで検索してもはっきりしたことは出てきません。ただご覧のようにね、いつも見てる景色がありまして、なんとなくこの高台が気にはなってるんですよね。このマンハッタンビル大学ってとこですけれども、そこのウェブサイトにもそれらしきことは書いてありません。その頃だと思うんですけど、メディシンボールを発明したのもマルドゥーンだそうです。またボクシングの世界ヘビー級王者ジョン・エル・サリバンのトレーナーを務めたこともありました。ニューヨーク州では1917年以降プロボクシングが禁止されてたんですが、1920年に再び合法化され、翌年再度設立されたニューヨーク州アスレティックコミッションの初代主席にマルドゥーンが任命されました。ニューヨークを中心に、特にこのウエストチェスターという地域においていろいろな競技に影響を及ぼした人物で、プロレスとボクシング両方の分野で殿堂入りを果たしています。そして1933年6月3日、88歳の誕生日からわずか9日後、パーチェイスで他界したそうです。おう、車止めたらすぐそこにあるわ。ここですね。マルドゥーン。中にね、ウィリアム・マルドゥーンって書いてあるんだけど、はっきりカメラで映るでしょうか。
そういうわけで今回はウィリアム・マルドゥーンの墓を訪れてみました。楽しかったと思ってくださった方は、墓に来て楽しいもへもないか、興味深かったと思ってくださった方はぜひ動画への高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。